皆さんにご紹介です。今日はですね、エンパスの方で通訳のされてる方とか、そういう方が欲しいっていうのをずっと考えてました。早速、ここから、自己紹介お願いします。はい。バンデンフークユカと申します。ユカと呼んでください。あるいは、ユカという方が実はこのエンパスの中には他にもいますので、その場合は、区別してヨーコと呼んでもらっていますので、ヨーコと呼んでいただいても大丈夫です。そうですね。私は今個人事業主として通訳翻訳をメインにたくさんの企業やたくさんの、個人の方と、関わらせていただいております。毎日ちょっとバタバタしている中でいろいろな発見もあり、あるいはちょっとした感動する場面もあり、毎日がドラマの中を生きているようなそんな日々を過ごしております。ドラマといいますか、学生でもありますので、アメリカの大学の経営学を専攻してまして、卒業までにあと2年ぐらいかかりそうなんですが、日中は忙しくいろいろなことを経験させてもらってるんですけど、通訳翻訳としてですね。で、夜は夜中12時から始まって、夜中かなり遅くまで、勉強時間ということで時間を確保しつつ睡眠時間を削って毎日生きております。エンパスさんと、関わらせてもらって一つの新しいドラマを見ているような感覚に、陥ってまして、エンパスさんのメンバーさんたちがもう本当素晴らしい方たちっていうことと、あとエンパスを通して皆さんに伝えていくメッセージだったり、あるいはイベント活動だったり、本来では多分つながらないだろうなっていうところが、コミュニティ同士でつながっていたり、あるいは個人同士でつながったりしていく姿を見ていく中で、やはりこれはもう一つのドラマとしか言えないんではないかというぐらい、私はとても楽しくこのエンパスという、団体の活動に参加しております。ありがとうございます。なんか本当嬉しい言葉いろいろいただいて、さっきおっしゃってたなんかドラマとか毎日学びあるってとてもポジティブな言葉だなと思ったんですけど、通訳の仕事っていうのはやっぱり発見みたいな感動があるんですか？新しいお客さんに会いに行くっていうところだけでまずちょっと心臓がドキドキするんですね、毎回。出せる能力が果たしてお客様の期待値に添えるかっていうところの不安もやっぱりお客様に会うまで、あるいはお客様にサービスを提供するまで不安っていうのはやっぱりつきまといます。で、実際にサービスを提供した後、もうものすごい多分劇とかで言うならスタンディングオベーションぐらいもう皆さん感激されて本当に満足されるお客様が多くいらっしゃいますので、その姿を見たときに、自分の存在意義というか、ドキドキしながら会って、勇気出して、通訳に挑んでよかったなと、毎回思える環境でございます。ドラマっていうのは、ホットな話題ではあるんですけど、ウクライナの伝えたい、ウクライナの団体の方たちが伝えたいメッセージを私を通して日本語で日本の方たちに伝える。それを例えば NHK さんだったりとかいろんなそのメディアの方たちがピックアップしてくださって記事にしてくださって、それが自分がいたことによってメッセージがどんどんつながっていくっていう姿を見るっていうのがやっぱり何にも変え難い経験であるなっていうのは私は感じます。最後までメッセージを聞いてくださり誠にありがとうございました。そうですね、皆さんにもしお伝えすることできることがあるとすれば、もし視聴者の方で今後やることに悩んでいる方とかいらっしゃいましたら、ぜひ自分の心を信じて進んで一歩歩んでほしいなっていうのがあります。私自身の経験から申し上げますと、いわゆる一般的な道を歩もうとしてきた、試みてきたものなんですが、通訳とか翻訳とかそういったところにもう少しフォーカスしたいなっていう気持ちがずっとありながら一般企業で勤めてたっていうのがありまして、その時がとっても辛かったんですね。やっぱり心がね伝えようとしてくれてることっていうのは、これは必ず今後作ってくれる大切なメッセージなので、やっぱり自分のね心の気持ちを大事にしていただきたいなっていうのがあります。いやー、伝わってきますね。さすがですよ。ありがとうございます、ようこさん。私のただの小さなお話です。
本当。いや、本当背が嬉しいです。小さいんで、私152センチなんですけどね。もう世界からしてみたらこんなちっちゃい。多分本当こんなちっまあ、とても大きな志と、ね、優しいハートで世界を包むという素晴らしいです。ちゃい。